for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Girls are screaming so alive. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, you'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gone and come. The birds have just begun. Yeah, yeah. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. 歩いるかもな。皆さんこんにちは、ももあのももです。先ほどもねお話しした通り、やっぱりこういつまでもそんな風にね思っていても現状は何も変わらないので、自分でできることから一つずつ始めてみることにしました。日本からベルギーに来ると環境も文化も習慣も何もかも違って、今まで日本ではできたことすらベルギーではできなくなるんですよ。初めはそれがストレスで、例えば買い物とかですよね、こう表記がオランダ語かフランス語表記になるので、自分の買いたいものが分からなかったりするんですよ。携帯でねこう検索して調べて買わないといけなかったりとか、それに関しては一つずつねこう毎日こう調べながらコツコツとこう覚えていくしかないので、一番先にこう覚えるようにはしました。分かんない時はその都度ね、今の時代携帯があるので調べるようにしてますね。日本だったら普通に買い物行ったら何でも買えるし、分からないことなんてそうそうないし、で分からなかった時は店員さんに聞けばなんとかなったので、ただこっちに来て店員さんもそうですね、全員英語がっていうわけにはやっぱりいかないので、時々ねやっぱりオランダ語のみのスタッフの方とかもいらっしゃるので、そうなるとちょっとね困ったりとかしました。初めの本当に数ヶ月ですかね、その問題が起きたの。あとはもうだんだん慣れてくるし、時間が経てば解決してくれるのかなとは思いますけど、買い物がうまいこといかなかった時とか、欲しいものが、どうしても見つからなくって手に入らなかったりとかした時は、夫がいるので夫に助けてもらいますけど、もうなんでこんな買い物一つもできないんだろうとか思ってたんですよね。でもそれが
もし分からなくって買えなかったりとか、してもそれはまあいっかって思えるようになりましたね。初めはねやっぱり買えなかったとかすごいストレスだったんですけど、それがうまくいかなかったとしても日本じゃないしなって思うようになりました。欲しいものが見つからなかったけどまた明日買えばいいかとかね、本当は今日欲しかったけど、今日ちょっと予定変更やなとか、そうやってこう臨機応変にと言いますか、いっかってなんか思えるようにはなりましたね。でこのベルギー生活において適当な性格というか、すごい大事だなと個人的には思っていて、何でもやっぱりね日本みたいにきちっとしてるわけじゃないので、それをいかに受け入れるかっていうのはすごい大事だなって思いました。あとは人間関係とかもですかね。今までは家族と友達にすぐ会える距離だったのに遠いので会えないですよね。今の時代だから、SNS とかあるじゃないですか。 LINE って素晴らしいですよね。無料で電話ができるし、でしかもね顔見ながらできるし、で Zoom やなんかもあるので、でもですよ、やっぱりね友達と一緒に遊びに行きたいし、いろんな話日本語でしたいじゃないですか。でこっちに来ると、もちろん誰も初めは知り合いすらいないわけですよね。旦那さんと旦那さんの家族とかぐらいで、夫がやっぱりフランス人なので日本人の友達を作るよりは外国人のお友達の方が周りは多くて、こうみんなでどっか出かけることが多かったですね。いろんな国の人が集まるんでね、やっぱり英語になりますね。オランダ語でバーって喋られることがあまりないので、ストレスではないんですよ。英語で喋ってくれるんでみんな。いろんなね国の文化とか知れたりとかして、面白いですね私は。そんな中で遊ぶのは結構好きですね。そうやってちょっとずつ自分のこうコミュニティを広げていくっていう感じですかね。であと、仕事に関してもですね、私は看護師やっていたので、日本で今までずっと常勤で夜勤もやるような感じでバリバリ働いてきたので、それが急になくなってこっちに来るまではセミリタイアというかのんびりできればいいかなと思って、で仕事はしないっていう選択をしてきたんですけどね、急に仕事を辞めると何て言うんですかね、よくねバーッと燃え尽き症候群とか言いますけど、ちょっとしたこう喪失感と言いますか、自分がそれを望んでたはずなのに暇やなってなるんですよね。日本にいた時はね毎日忙しくて時間に追われて、絶対にベルギーに行ったらこう仕事せずにのんびりするんだってそんな感じでいたんですけど、いざベルギーに来てこう仕事をせずにね家にいると、いやー毎日時間長いなって思いました初めで。そこで私が思ったのは、好きなことを好きなようにやれるこういい機会っていうか、こんなに時間があったことって多分人生の中でないぐらいなんですよ。なのでこう好きなことを好きなように自分のために使う時間を楽しもうって思うようになりました。初めにパソコンを使ってねやれる仕事ができたらいいなと思って、場所を選ばずに好きな時間に働けるっていう、そういうネット環境さえあればできるような仕事がしたかったので、仕事といってももちろんねそんながっつり働くわけじゃないし、パート的な感じで始めました。自分のお小遣いとかもあると気分的にもねやっぱ楽ですし、ショッピングとかも気兼ねなくできるようなお小遣いが欲しいなと思って、ライターのお仕事をちょこちょこっとしたりとか、 YouTube もパソコンを使っていつでもどこでもできるし、日本に帰ったりとか、あと他のヨーロッパの国に行ったりとか、どこでもできるかなと思って、で YouTube もそんな感じで一つ始めてみました。いつもねこう皆さんのコメントにも癒されてます。
本当にありがとうございます。私の場合はそういう風にしてできることから少しずつコツコツと始めて、自分のことをこうね褒めながら、成長を喜びながらこう生活していくっていう感じで来ました。こう日々の中でちょっとしたことのその成長とかも自分自身がこう楽しめるというか喜べるようになると、生活自体も楽しくなってくるし、気持ち的にも何もできないって思うよりは今日はこれができたっていう風に気持ちを切り替えた方が、メンタル的には楽かなっていうのに気づきました。自己肯定みたいな感じですけど、自分でよくやったなっていう風にこう認めるのも大事だなと思いますね。それプラス多分ね慣れてきたっていうのもあって、で初めはねもうねびっくりすることばっかりやったんですけど、これ絶対日本だったらもっとなんか便利だよねみたいな、そんなの多々って言い出したらキリがないですけど、ただそういうのはもうね仕方ないって思うことにしました。もうなんか起きてもベルギーやしねみたいな、これが生き抜くコツみたいな感じですね。結構これはねでも早めに身につきましたね。多分ねおおらかになったと思います。多少のことではもう動じないし、そんなイラッとすることもなくなりましたね。電車とか来なくてもまあねみたいないつか来るかみたいな、そんな感じですね。前本当にあったのが、オランダに行った時にベルギーに帰ってこれなくなりそうになって、電車がキャンセルになったらもう一泊しようぐらいの感じで考えるようにはなりましたね。なので本当に臨機応変に生活する力がついたと思ってます。気にしないことが一番ですかね。気にしないっていろいろありますけど、できなくても当たり前で気にしない、分からなくても初めてやから当然だし気にしない、とにかく焦らないこととかも大事だと思いますね。時間が経てばやっぱり慣れますしね、その環境にも。で文化の違いとか習慣の違いも徐々にこう学んで知っていくので、ベルギーは不便な国ではありますけど、私の場合はそうやってこうやってきて、かれこれもう4年目になりました。ベルギー生活も早いで、初めはね、日本帰りたいわとか日本の方がいいとか思ってましたけど、4年経ってその文化の違いや習慣に慣れてきたのと余裕もできたのもあると思うんですけどね。もちろんね日本が好きで私の故郷であることには変わりないんですけど、ヨーロッパに移住してきてよかったなと、私は今では思ってます。もうね来た当初はそんなことは全然思えなかったんですけどそう今ではね本当にヨーロッパ移住してきてよかったなって感じですね。だってですよ、こうよくよく考えたらなかなかねこう自分の生まれ育った国以外で生活することってなかなかないと思うんですよ。そもそもビザの問題があるんで、留学とかでね行くことはあってもなかなかその日本以外の国に住めること自体がまずなかなかない経験なので、これはこれでいい経験をさせてもらってるなって思うのと、もうちょっと一歩離れることでこう外からね日本がちょっと客観的に見えたりとか、それぞれのいいとことか悪いとこが見えたりとかで、あと選択肢の幅も広がりますし、いい成長になってるかなって正直思ってます。でたまにねインスタとかあと YouTube とかのコメントでもそうですけど聞かれるんですよね。やっぱり将来は日本に帰りたいですかとか、日本とベルギーでこう両方ね生活できるっていう選択肢はあるわけですけど、どっちがいいですかみたいな。引っ越してきた当初はいろいろ大変やったし辛い時期もありましたけど、でもね不思議とその日本にずっと住みたいっていうか帰りたいって思ったことはなくて、もちろんね一時帰国とかはしますよ。家族がいるんでね、子供も孫もいるので帰りたいのは全然その気持ちはもちろんあるんですけど、永住として日本に住みたいですかって言われたら私は
ヨーロッパでいいんじゃないっていう感じですかね。これはたとえ、ジュリアンが日本語ペラペラでこう日本で仕事があってそういう生活もありですけど、でも私的には生活の拠点はやっぱりヨーロッパでいいかなって私は思っていて、この年になると老後どこで過ごすのかっていうのももうぼちぼち考えなきゃいけない年齢なんですけど、ベルギーは社会保障がしっかりしてるので老後をそんなに心配してないですし、社会保障とかの面も含めて今のところは私はその日本に、移住するっていうことは考えてないですね。当初はなんて国なんだって思ってたんですよ。何もかもがね結構いい加減やし、日本でのね生活してきた常識が全然覆されて、本当に住めば都っていう通りだと思いますね。石の上にも3年って言いますけど、すっかりこっちの生活に落ち着いてしまって、たった3年で適応能力ありすぎですよねベルギーは不便な国ではあるんですけども、私にとっては、住みやすいしのんびりしてて、このまま老後をヨーロッパで迎えるのかなって思ってます。はい、あんなにね来た当初は日本が恋しかったのに、今ではね不思議なんですけど、こっちのベルギーにずっといると家族に会いたいなとか、日本にね一時帰国したいなって思う気持ちがこう出てくるんですけど、大体ね半年から1年ぐらい経つとそういう気持ちが来るんですよ。なんか波がね、私の日本にいるとやっぱりね、そうだな、4ヶ月、私最長で半年したことがあるんですけど、4ヶ月ちょいぐらい経ってくると日本で今度は逆にもうベルギーに戻りたいってなるんですよね。だから結局はどっちもね私にとってはいいんですけど、日本もね便利でいい国やし、でもなんかヨーロッパのこののんびりしたこうストレスフリーな感じが結構好きで、のんびりもしたいし、ないものねだりですね。結局人間、日本におったらヨーロッパに行きたくなるし、ヨーロッパにおったら日本に帰りたくなるっていうね、わがまま、そんな感じですね。私的には、この不便なヨーロッパですけど、不便なことにはやっぱり人間慣れるので、なければねないでやっていけるんですよ。コンビニもそれはもちろん欲しいですけど、なければないでしゃあないので、それでやっていけてるっていう感じです。はい、ホームシックのね状態からこう抜けて、私がこうやってここまでやってこれたのももちろんね夫の支えもそうですし、あと夫の家族とかもねいろいろよくしてもらったりとかして、そういうのがあったからこそここまでやってこれたんだなっていうのはすごく思ってます。周囲の支えに感謝しつつですね、これからもベルギーで頑張っていきたいと思います。じゃあ今回のビデオはここまで。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ってもらえたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。